こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとは、トルネの最先端を行くインタビューのこだわりなどを決めさせてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はカレンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあカレンさんについて自己紹介をお願いします。はい、私は関東地区内で接客業をしておりまして、休みの日は、不定期なので部屋でこもってコーヒー入れたり映画や動画見たりしてます。たまにカフェ巡りをしたり旅行行ったりもしております。はい、というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が、1K ということで、およそ何畳ぐらいあるんですか？はい、1K で今自体は 8.2 畳の部屋になっておりまして、廊下はちょっと何畳あるかわからないんですけども、もう本当にテーブルとか置けるスペースはないのでキッチンがあるようなだけですね。というわけで、今回結構ちょっといつもと世界観がね違った個性的なお部屋だと思うので、そこら辺ちょっと紹介させていただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのスペース紹介していただきたいと思うんですけど、ここは何をするスペースになりますか？はい、私の趣味の一つのコーヒーを楽しむ場所なんですけれども、コーヒーも飲み方いろいろあるので、エスプレッソマシーンだったりとかドリッパーですねを置いてます。コーヒーはハマったきっかけとか何かあるんですか？はい、もともとコーヒー飲めなくてカフェラテしか飲めなかったんですけど、そのコロナ禍で自宅待機の間にじゃあコーヒー勉強しようっていうところでドリップから勉強に入って、今もう完全にコーヒーにはまりきっていろんなものに手を出しております。豆の引き方だったり、それこそエスプレッソマシンとかこだわりはあるんじゃないですか？はい、かなりありますね。飲み始めてまだ2年ぐらいなんですけども、豆ほんといろんなとこで今も昨日カフェで買ったりとか旅行先で買ったりとか、カルディとかでも全然買うんですけど、豆もいろいろ手出したり、あとエスプレッソでカフェラテのいかに美味しく作れるかっていうのを日々試行錯誤しておりますじゃあちょっとエスプレッソマシンからお伺いしたいんですけど、これはどちらで購入されたものですか？はい、こちらデロンギのものでデディカっていうものなんですけども、なぜその賃貸でスペースもあんまりなかったので一番スリムなタイプを選んでいて、これ楽天でポイント使ったから3万円ぐらいかな、で購入しました。僕ちょっと全然コーヒー飲まないんでわかんないんですけど、そのエスプレッソマシーンで味が変わるんですか？そうですね、私も他のやつ手出してないんでわかんないんですけど、なぜ自分スチームをやりたかったのでデロンギのこの機械にしたっていうのありますね。業務用と近い圧力が出たりとかするって伺ったので、これを選びました。あとちょっと先ほどお話に出たコーヒー豆のちょっとお話も聞きたいんですけど、今なんか使ってらっしゃるコーヒー豆についてちょっとお話をお伺いしてもよろしいですか？はい、基本的に自分は深入りを飲んでいるので、これ両方カルディなんですけど、イタリアーノっていう結構エスプレッソ向きのものだったり、あとマンデリンフレンチ、これも深入りで購入したものです。これ、エスプレッソにも向いてるんですけど、ドリップで飲んでもすごく美味しいので飲んでます。あとはやっぱ旅先とか出先でいろいろ買うの好きなので、これまだ開けてないんですけど、これだったらブランデーに漬け込み焙煎したコーヒー、これ長野のやつなんですが、ブランデーのコーヒーだったり、これはもう喫茶店で買ったコーヒー豆なんですけど、いろんなところのものを試すのがすごく好きです。結構そういう旅先とかのものもいろいろ買ったりやっぱすること多いんですね。はい、めっちゃ買いますね。コーヒー飲み始めてからなんですけど、出かけたら基本ドリップとか豆買ったり、あとはそれに合わせる焼き菓子一緒に買ったりっていうのはしょっちゅうしてます。ありがとうございます。あとはコーヒーを飲むマグカップとかもね、下にたくさんあると思うんですけど、このあたりもこだわりはやっぱありますか？正直お気に入りしか残していなくて全部お気に入りなんですけど、私ジブリ大好きなんで、魔女の宅急便の黒猫のマグだったりとか、あとはこれ職場で先輩からいただいた木のマグだったり、あとはダンデライオンチョコレートだったかな、チョコレート屋さんの実際カフェで使ってるカップなんですけども、これもすごく形も可愛いし質感もすごく好きなのでよく使ってます。なるほどね、ありがとうございます。上とかにね、
棚、はい壁掛けで棚が設置されてたりもすると思うんですけど、これはなんか今どういった感じではいつけてらっしゃるんですか？はい、無印の壁につけられる棚をそのままつけて、でやっぱり収納力もちょっと上げたいので、画鋲を刺してそこにチームミルクが作る時に使うピッチャーだったり豆すくうスプーンだったりハサミだったりっていうのを置いてます。あと上はもう完全コーヒー豆だったりとか、カリタのコーヒーミルとカリタの銅ポットですね。この銅ポットはもうめちゃくちゃ探してかわいいですね。買ったんですけど、すごいお気に入りです。じゃあこの辺のグッズもはいコーヒーのお供じゃないですけど、はい常に一緒に使ってらっしゃるアイテムですかね。こちらも基本ドリップですね。上のうんうんうんミルとこちらのこの銅ポットははいドリップ用で使ってます。結構重さいろいろ乗っけてらしてもはい、大丈夫なの？今のところ落ちてないんで多分今後も大丈夫かなと。すごいですよね。そうですね。丈夫です。もう一つ、インターホン側はいにもここも壁が、はいちょっと階段そうなんです。のような感じでねはい。い設置されてると思うんですけど、これも無印ですか？やこれはもう本当にイオンとかで売ってた簡単なもう階段型のウォールラックにはなるんですけど、これも引っ越す前から使っていて、この上にコーヒーだけじゃなくて日本茶だったりとか、あとは自分留学とか旅行よく行くのでその先で買ったスターバックスの小さいオーナメントを飾ってます。なんか可愛いですね。すごいそうカットが小さくて、本当はここに紐ついててなんか飾れるようにはなってるんですけども、このまま重ねて飾ってますね。これどっかの都市のそれぞれモチーフみたいな感じなんですか？そうです。これがハワイと、あと日本も出たの日本と、あとシアトル自分留学行っていたのでシアトル、あと旅行でニューヨークにも行ったのでニューヨークのものも購入して、あとはこちらライトもはい一緒にうん壁掛けで、そうこれどうやって設置してるんですか？これがめっちゃもうほんとすごいドンピシャなタイプなんですけどこれが壁掛けにもできるし卓上に置いて使うこともできるタイプなんですが、ちょっと賃貸なのでネジつけられなくて忍者ピンに引っ掛けてつけてる状態ではあるんですけど、これライトも今ちょっと明るいんで分かりづらいんですが、明るすぎない、本当にここのスペースだけ照らすぐらいの明るさにはなっていて、で自分そのライトもエジソンライプっていうんですかね、ここのデザインがすごく好きで、なおかつ LED が良かったんですよ。熱くなるのちょっと怖かったので LED でこのデザイン探してやっと見つけ購入しました。確かにちょっとつけるだけでうん雰囲気がうん少し出てきますね。またはいめちゃくちゃ好きなライトですね。なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてディスプレイをちょっと紹介していただきたいなと思います。こちらは、ざっくりどういったものが置いてあるような場所ですかね。はい、ここが北欧の雑貨屋さんで買ったウォールラックなんですけども、そこにキャラクターものを置いてまして、もともと私が目指してた部屋が北欧部屋だったんですよ。なんで北欧のムーミンの白樺で作られたフィギュアっていうのかな、置物だったりとか、あと私が一番大好きな絵本作家の島田由香さんのポストカードと、それに合わせてストラップの金具をもう取っ払ってフィギュア代わりに置いたり、あと大好きなジブリたちをディスプレイしてます。それこそジブリとかではいお気に入りのはい作品だったり、はそういったものがなんかあったりしますか？はいもう一番好きなのはもののけ姫で、先日その25周年迎えたのでいっぱいグッズが出ててめっちゃ買ったんですけど、ちょっとここにはもののけ姫のちょっと雰囲気合わなかったので置いてないんですが、エスプレッソマシンの横にマグネットつけたり、本当だちょっとここ行き場所なくてとりあえずここにくっつけてるんですけどジブリは至る所に置いてますね。ジブリのそういう具とか、都内とかでなんかお店であるんですか？はい、私がよく行くのは東京駅にあるどんぐり共和国が一番行きやすくて使ってるんですけど、やっぱコロナ禍で行けない時とかはオンラインショップ利用して購入したりしています。ただじゃあ、このお隣もお届け物いたします。これ木でできてるね。いやこれなんて言ったらいいんだろうな、これ結構重いんですけど、陶器になるのかな、実際は触ってください。私も素材わかんないです。でも重いんですよ。でも遠目から見るとなんか一瞬食べれそうななんか質感に見えますね。そうなんです。本当は映画の中もそのものの感じでパンリースをイメージしていて、もうこれめっちゃもう欲しくてやっと再販で購入したものになります。ちょっとここにとりあえず置いてる感じにはなってます。これはだいたいおよそどれくらいの値段感で購入されたんですか？パンリースはあれいくらだっけ、4、5千円ぐらいだったかな。で一応これは楽天で販売されてたので楽天で購入しました。
これはまだまあ手をつけられる値段なんですけど、もののけ姫の25周年で販売されたみやびなワンっていうのがアシタカが使ってたお椀を販売してるんですが、あれが3万超えでもう値段もみやびすぎて私はちょっと手をつけられなかったので、さすがにそれは購入してないんですが、多分自分が持ってるジブリグッズの中ではおそらくこれ言ってもこの5000のやつかなが一番値段はいったやつになりますかね。あとは結構小さいやつなので、はいはい、隣、はい、こちらカメラがあると思うんですけど、はい、カメラなんかご趣味で撮影したりされるんですか？はい、これニコンでもう7年前ぐらいに買ったものなんですが、写真もともとスマホで撮るのも好きで使っていて、ただ本当に最近外出しなくなったし旅行しなくなったから出番がまあなくて、とりあえずちょっとここに引っ掛けてなじませておこうかなって感じですね。これは一眼レフですか？これ一眼じゃないんですよ。確かフィルムカメラ、フィルムミラーレスかな、のやつを使ってます。じゃあそのお隣ちょっと行こうと思うんだけど、こちらレコードが3連でね飾ってあると思うんですけど、音楽とかも結構好きなんですか？はい、音楽も好きで本当に雑食なので洋楽聴いたり邦楽聴いたり、はたまたアニソン聴いたり、あとサントラ聴いたりっていうのもしてるんですが、ここ自体はもう100均で画鋲で留められる木枠を買ってお気に入りのレコードをポンポンポンと3つ飾ってます。せっかくなんでこの3枚について少しお話をお伺いしてもよろしいですか？はい、一番右はピーナッツのスヌーピーですねのサントラになりまして、もともとクリスマスとかあとユニバンで流れてる音楽がすごい好きで、それ家でも聴きたいと思って購入した1枚になります。であと真ん中ですね、真ん中はドリス・デイってやつなんですけど、彼女の声もすごい好きですし、多分皆さんが聴いたことある曲だったらイカゲーム多分皆さん知ってると思うんですが、イカゲームで使われてた「Fly Me to the Moon」もここに収録されてるので、あんな怖い曲じゃないんですけどあと最後チャックベリーですね。チャックベリーは家でコーヒー飲む時とか友達が来た時にBGM 代わりで流すこともあります。本当に系統で言うとじゃあさまざまここでもそうですね、あると思うんですけど、結構レコード自体は他にも何枚かお持ちになってたりするんですか？はい、収納場所2箇所に分けてはいるんですが、主にここのラタンのカバンの中に縦収納していて、ほんといろいろあって、井上陽水、矢沢永吉荒井由実、あと、洋楽だとサイモン&ガーファンクルか、あとはカーペンターズとか、あとレコードショップでタダで持って帰っていいですよっていうものが置いてたりしたので、そこでもらってきたものだったり、サタデーナイトフィーバー、多分聞いたら皆さんご存知だと思うんですけど、ディスコみたいな曲、これも発見したので購入しました。普段レコードなんか購入される時、よく行くお店とかあったりするんですか？レコードは基本的に店決まってなくて、もうウェブで基本買ってるんですけど、あとはどこだろう、この前いたのが東洋町かなにレコードショップがあって、そこは本当にすごい価格が100円で、それこそ井上陽水さんとか矢沢さんとかが置いてたり、そこ掘り出し物があるのでたまに行ってました。こちらあとレコードの隣にもう一つ何か収納がね入ってると思うんですけど、これは何が入ってるんですか？ここはもう私の趣味の一つなんですが、映画のパンフレットがバーッと入っていて、いっぱいあるんですけど、これはエヴァだなマーベルとかもう新エヴァとかも来たので、映画のパンフレットがバーッと入っても全部マーベルかもしれない。あとファンタビとか、本当に大好きで、幕張でやってるコミコンっていうフェスみたいなのがあるんですけど、それで実際にキャストの人と会って写真を撮るぐらい大好きですね。すごい、そんなイベントがある。セレブたちと会いますなんかこの中で印象に残ってるとか、面白かったらそれこそ良かったパンフレットとかありますか？どれだろう。どれも結構すごいんですけど、でも私映画的に一番でもどれも好きだな、選べないんですけど、でも言うなら
アベンジャーズがマーベルの中でも好きなので、アベンジャーズのシリーズは全部好きですね。あと先日あったスパイダーマンの集結版じゃないですけど、あれもすごくもうファンが喜ぶ。あれはそうですね。はい。だってあそこはもう全部大好きですね。はい。あとはこちらのスペースが、まあちょっと上とね少しまた雰囲気が変わってディスプレイとして置いてあると思うんですけど、ここはなんかどういったものを置いてるようなスペースになるんですか？ここは基本的にラタンのアイテムが好きなので、そこを結構集めておいてはいるんですけども、ラタンの中に収納していて、例えばこのカゴの中にはもう日常的に使うもう目覚ましとか入ってるんですけどあと毎日使う化粧品だったりリモコンも隠したい時パッてこの中入れちゃったりとかもしてます。こっちのラタンのトランクのやつには、結構インテリアなんですか、イベントごとで模様替えしたいタイプなので、例えばハロウィンとかクリスマスのオーナメントとかをこの中に全部一式収納してます。こういうなんかラタンのアイテムとかはどういったお店で普段購入されることが多いですか？でもこれ購入したところ本当にバラバラで、これは日向ライフさんだな、日向ライフさんで買ったりとか楽天だったり、あとこのハットスタンドは蔵前のカゴバッグみたいな昔ながらのお店があったんですが、ご存知ですか？勝手に分かってるかもしれないです。結構広いお店で、その中にこれとかも2000円いかないぐらいで販売してたので、めちゃくちゃいいやんと思って即決で買っちゃいました。なんでここは季節に合わせて帽子、今カンカン帽なんですけど、冬場とかだったらちょっと冬っぽい帽子乗っけたりして遊んでます。なるほど、ありがとうございます。続いてこちらのスペース紹介していただきたいんですけど、ここはどんなものを置いてるようなスペースになりますか？ここのユニットシェルフは、上段はレコードプレーヤーが主役で、その横にディスプレイのベースがありまして、でその下ですね、一番よく聞くレコードは4枚かなと2枚だけ重ねておいてます。そしたですね、リネン系の収納だったりとか、好きな雑誌だったり、下段はブルーレイとかの収納をしています。まずメニューが一番上のスペースかなって気がするんですけど、レコードプレイヤーからちょっとお伺いしてもよろしいですか？レコードプレイヤーはこれもちょっと自宅待機期間中でゲットしたものになるんですけど、簡単なレコードプレイヤーで、スピーカーとかはすごい音質がすごいいいとかってわけではないんですが、これ1個でも完結するもので、これ使わない時はこう閉めてトランクの形にして、インテリアになるっていうところで決めたものになります。これはどちらのブランドのものなんですか？ブランドどこなんだろう。これ私 Amazon で7000円ぐらいで買ったんですけど、多分これブランドなんですよね。ちょっと存じ上げないですよ。D と L っぽいですよね。そうなんです。でもこれすごいお気に入りです。でその下にあれでしたっけ？また普段聞くレコードが入ってるみたいな。基本レコードってあんま重ねて収納は良くないって聞くので、2枚だけよく聞くサントラの魔女宅だったり、宇多田ヒカルさんのレコードだったり、テイラーとかエルビスとかを置いてます。そしたらじゃあちょっとお隣に移りたいんですけど、こちらまずじゃあ香り系のものがちょっと奥の方にあると思うんで、紹介をしていただければなと思います。香り系ここに集まってるんですが、ディフューザーは結構もうコロコロ変わるんですけど、キャンドルがお気に入りのものが2つあって、この2つですね。これ大阪の雑貨屋さんで買ったんですけど、ソイワックスのキャンドルで、もうだいぶ減っちゃったんですけど、結構夏向き、ココナッツとかサンダルとですごいリラックスできる香りのものなので、しょっちゅうこのキャンドルは焚いてます。香りでいうと、ざっくりどういった匂いがしますか？甘いですね。なんかさっぱりっていうよりかは甘い系の香りになって、なんだろう、ハワイを思い出させるような香りですね。じゃあ続いてちょっとお隣のミストのお話もお伺いしたいんですけど、これはどちらの？近所の雑貨屋さんで購入したもので、リネン系のにも使えるミストになってるんですが、香りは何て言ったらいいんですかね。結構それはさっぱりめのもので、すごくリラックスできる香りなので、気分でブランケットとかカーテンとかに吹いてます。これ大体おいくらぐらいで購入されますか？2000円か3000円、全然違ったら申し訳ないですけどそんな全然手軽に買えるお値段だったので、なるほどねかな。あとお隣に手のオブジェがあると思うんですけど、これはどちらで購入されたものですか？これが国分寺のインテリアショップですねのランドさんで購入したもので、陶器、割れ物になるんですが、こういろいろ書いてるんですけど、英語で手相のことを書いていて、そこのデザインも面白いなと思って購入します。これは普段はネックレスとかそういったものをかけてるような
はいオブジェになるんですかね。そうですね。なんせリングが入らないぐらい指がちょっと太いのでリング入れるためそうなんですよ。入らないやんと思って、でリングはこっちとかにまとめて、ここはネックレスとかブレスレット引っ掛けてます。そしたら奥にはいお花があると思うんですけど、はいこれについてちょっとお伺いしてもよろしいですか。はい、じゃあリトルルームさんの造花アートとピッチャーも同じところで、これがすごいお気に入っていて、造花なんですけどちょっとしっとりした質感が再現されていて、本物みたいでお気に入りですね。遠目から見ても、あんま分かんないです。はい、すごいこれはいろんなカラーがあるんですけど、黄色が一番映えていいなと思って買いました。そしたらじゃあ、こちらのテーブルと椅子についてお話をお伺いしたいんですけど、これはどちらで購入されたものでしょうか。これ両方とも楽天で購入していて、ブランド違うとこなんですけど、足の部分の形が一緒で合わせて購入しまして、テーブルが確か1万円ぐらい、椅子が2万円ぐらいだったかな。で椅子もこのなんていうんですかね、ソファ素材というか、このファブリックで座り心地がいいものをチョイスしました。普段ここは主になんかどういったことをやるときに使ってるスペースになるんですか。はい、もう基本的にもうご飯食べるのはもうここだけなので、窓際に置いてちょっと外ぼーっと見ながらコーヒー飲んだりご飯食べたりあと友達来た時とかもここで椅子1個出して両サイドで座ってご飯食べたりもしてます。ありがとうございます。はい、続いてこちら向かい側の、ソファースペースね、紹介をしていただきたいと思います。こちら大きな観葉植物がありますが、これについてどうかお伺いしてもよろしいですか。はい、こちらは、今年の2月末ぐらいかな、自分の誕生日のタイミングでシンボルツリー買いたいと思って買ったエバーフレッシュという観葉植物でして、もう大きかったので2万7千円ぐらいか。そうですよね。このサイズだと結構高いですよ。で思い入れがあるのが、配達だと1ヶ月後ぐらいになりますって言われたんで近所だったんですけど、これ担いで30分半で、マジでもう2日間均一になりました。やばそう。超重いですよね。めっちゃ見られます。そんでそうですよね。そうなんです。なんでこの子は思い出がありますね。下の鉢の部分は別でなんか購入されたものなんですか。これも同じ観葉植物の植物屋さんで買ったんですけど、1万円ぐらいでそのサイズに合うものを買ってます。子玉たちがいっぱいいるけど。子玉たちがね、中に後ろにもそう置物と指人形と全部光るんですけど、そうなんだ。夜になったらぼやんって光ります。で3の探検と一緒に合わせて。ありがとうございます。はい、そしたらじゃあちょっとこちらのお隣の壁面のちょっとまた作品についてお伺いしたいんですけど、まずじゃあちょっと右側のお花の額縁って言ったらいいんですかね。これちょっとあんまり見たことないものなんです。これについてお話をお伺いしてもよろしいですか。はい、これは日本橋かなの雑貨屋さんで買ったんですけど、紙でできていてちょっと厚みがあるんですが、ここがもうフレームになって、あともともとここにガラスの筒があったんですけどちょっと割っちゃったので、そのままドライフラワーを刺してフレームとして飾ってます。これ大体おいくらぐらいで。これいくらだろう、3000円ぐらいかな。結構もう4年か5年前ぐらいに買ったんで定かじゃないんですが、でもその紙だったので多分そこまで高くなかったですね。ただちょっとお隣に移りたいんですけど、ここに大きくイラストの作品があると思うんですけど、これについてちょっとお話をお伺いしてもよろしいですか。はい、これが私のバイトをしてたところの後輩がイラストレーターをしてまして、山脇葉月ちゃんって子なんですけど、もうここのポストカードとこのファブリック全部書いてくれていて、こっちに関しても私がオーダーしてカレンさんイメージ書きますねって言ってくれたポスターになってます。すごいですね、オーダーで、だからちょっとお部屋のフィギュアだったり、そういったものが映ってるという感じです。そうですね、ジジとバムケロのケロちゃんと、あと食べることが好きっていうことで食べてるところを書いてくれてます。これはこちらのお隣の方にも、同じイラストレーターの方の作品がある感じですか。はい、そうです。ここはインテリアショップのランドさんで買ったウォールラックとあとしまわせて飾っていて、ここにウォールラックちょっと7センチぐらいかな、幅が奥行きあるので、そこにポストカードを立ててます。ウォールラックも画鋲で使用できるんです。はい、なんか虫ピンでもいけるみたいなんですけど、ちょっと怖いので忍者ピンで留めてます。そしたらあとはこちらのソファーについてお話をお伺いしたいんですけど、これはどちらで購入されたものでしょうか。はい、これはローヤで買ったもので5万円かな。北欧のソファーベッドなんですけど、確か5万円ちょっとで、来客がある時はこうやってソファーの形にしているんですが、基本的に来客なければもうずっとベッドタイプにしていて、セミダブルのベッドになります。結構じゃあ大きいそうなんですよ。広々寝られるので
でちょっと分かりづらいんですけど、スノコタイプになってるので通気性もいいですし、かなり使い勝手はいいかと思います。これ角度ちょっとこう斜めになってるじゃないですか、はい、これは寝るときはちゃんとあれですよね。そうですそうです。これがこう噛み合わせでこう斜めになってるんですけど、これちゃんと伸ばしてもう平らなスノコベッドになるので、普通にベッドとして活用できますね。なんか寝心地とかも全然普通のベッドと比べて遜色ない、全然問題ないです。本当にマットレス自体も硬いので、ここにベッドシーツとかやって布団持ってきて寝って感じですかね。これマットレスは別のあれですか？いや、マットレスこれ一緒なんですよ。これ一緒なんで、これがちょっと限界迎えるとこの子ってなっちゃうんですけど、逆にそうなんだ。そうなんですよ。ただそのシーツカバーに関しては無印とか、あとユニコさんかな、セミダブルのボックスシーツに使えるものであればカバーはいくらでも変えられるので。じゃあ、結構ねワンルームとかに住んでる方とかだとこういうソファーベッドはおすすめですよね。はい、これは引っ越す前も6畳間だったんですよ。これ置いてもまだ入れたので、すごい。はい、ソファーも欲しくてベッドも欲しい人であればこれはもうものすごくおすすめしてます。ありがとうございます。はい、はい、ということでカレンさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ここからはちょっと軽くお話をお伺いしていきたいなと思うんですけど、まずこちらの物件を選んだ決め手からお伺いしたいんですけど、どんなところが今決め手で住んでらっしゃるんですか？はい、もともとは6畳間だったんですけど、やっぱ広いところがいいっていうので 8.2 畳のこの部屋に決めました。あと窓開けて目の前が建物だったり他の住宅っていうのが嫌だったので、そこが条件クリアになるところっていうのと、あと料理がすごく好きなので台所が広いところを選ぶっていうのがもう大前提だったので、ここにすぐに即決しました。1K でもこう、ソファーベッドっていうだけで、だいぶこう使い方はもう変わりますよね。結構前の家と比較してみて、こうインテリアレイアウトとかはどうですか？やりやすいですか？めちゃくちゃやりやすいですね。やって6畳間だったらもうこれ置いてもうそこでいっぱいいっぱいだったので、シェルフも置けないし、丸テーブルも置けなかったんですよ。それがどんどん選択肢も増えてきたのでかなり充実してますね。そしたらじゃあこちらのお部屋のコンセプトみたいなところを言葉で表現するとしたらどんなお部屋ですかって聞きたいんですけど。はい、私の好きがあふれる、雑貨屋さんみたいなお部屋が、テーマにはなってます。なんかトーンとかも木目調のものだったりとか、高い暖色系のものが好きなんです。基本的に白と、あと素材でいうと、木材ですね。できるだけちゃんとした木のやつを買って、そこにアクセントとして、カラーものだったりとか観葉植物の緑を足してます。これだけこう、ジブリのものだったり、個性的なアイテムが置いてある部屋ってあんまなかなかないですよね。そうですね。なんか間違い探しじゃないけど、なんか宝探しみたいな部屋になりつつあるので、ここにもジブリあった、ここにもこういうものあったみたいな部屋にはなってますね。なんか普段こうアイテム、ジブリのものも含めて購入していく中で、行きつけのお店だったり、最近行ってよかったなみたいな雑貨屋さんとかあったりしますか？はい、基本的そうです。ジブリはもうどんぐり共和国で店舗もそうですしオンラインでも購入していて、雑貨屋さんでいうと特に縛りはないんですけど、紹介の中でも出てたランドはもともとオンラインも使っていて、実際店舗も行ったんですけど、すごく個性的なものが多くて部屋のアクセントになるものがたくさん販売されてます。じゃあ気になる方、どんぐり共和国行ったらジブリのものになってると思うので、立ち寄ってみてください。最後にカレンさんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただきたいんですが、何かありますか？私インスタグラムで、部屋の記録ではあるんですけども、部屋のインテリアだったりとか、あとコーヒーだったり、あと料理することがすごく好きなので料理の記録だったりっていうのを残しておりますので、もしよかったら覗いてみてください。というわけでぜひ気になる方、カレンさんのインスタグラムチェックしてみていただければなと思います。お願いいたします。という感じで、今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはカレンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。ありがとうございます。